サイバーコネクト2クリエイターズインタビュー第1回始まりました。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、それではまずですね、このクリエイターズインタビューとは何かということを、ご説明させていただきます。毎回個性豊かだって自分たちで言うのね。個性豊かな、2名の、クリエイターが登場し、テーマに沿った対談をインタビュー形式で行っていく企画でございます。仕事のやりがいや苦労に関するエピソードをはじめ、自身のクリエイター人生についても語っていただき、その活躍の源泉を探っていくという、番組でございます。なるほど。ということで早速、今回の、登壇者、自己紹介の方お願いします。皆さんこんにちは、西川祐希と申します。私はですね、サイバーコネクト2に入社して今年で20年。20年かも。早かったですね。会社が今25周年ですからね。創設メンバーの次に入社した世代だったかなと思いますけども、はい、気づけば5年目で入社しても20年か。ちなみに西川さんは今その肩書きというかお仕事的にはどういったことをやっているのかをちょっと皆さんに説明してください。はい、ちょっとですね、遡ってからの話になるんですけども、職種はアーティストで入社しまして、ドットハック無印の背景グラフィックを作るってところからですね、だんだん叩き上げで俺の一番弟子やってますな。いや本当にですね、不本意ながら一番弟子でございます。まあ、アーティストとしてそのまま、エースを目指すっていうのも良かったんですけれども、ナルトの PSP のゲームを作る、っていうプロジェクトが立ち上がった頃のタイミングで、制作プロデューサーとかディレクターの経験もなかった身ではありますが、私の方を大抜擢していただきまして、そこからはですね10年以上ナルトナルティメットシリーズの制作プロデューサーとしての経験を積ませていただき、非常にそこが大きな自分の成長の、きっかけになったかなと思っています。現在はというとですね、各プロジェクトの制作プロデューサーやディレクターを、陰からサポートしながら、取締役といったところの、立場と、あとはゲームデザイナーの、マネージャーのお仕事をですね、会社の運営だったりとか、これからのクリエイターの育成だったりとか、そういったところをメインにお仕事をさせていただいております。自己紹介これぐらいにしてですね、いくつかトピックが、ございますので、そのトピックについて、いくつつ、お話を進めていきたいと思います。クリエイターになると決めた瞬間について詳しくお聞かせくださいって。言うと20年でしょ、あなた入社して。そうですね、はいね、福岡にあるゲーム系の専門学校を卒業し、サイバーコネクト2にアルバイト入社っていうのが最初の経緯だったと思います。もともとそのゲームクリエイターなりたいなとかっていうきっかけってあったんですか？決心したのは高校3年生の頃だったかなと。3年生だいぶ遅いね。だいぶ遅いと思います。だってもうそれ進路決めなあかんタイミングちゃう？ちょうどそのタイミングでですね、いろいろちょっと遡るとですね、この業界目指される方はほとんどそうだと思うんですが、子供の頃からゲームを遊ぶのが好きで、当時発売された RPG スクールというゲームソフトがありまして、スーファミのやつ、それを遊んだのをきっかけに、あれって簡単に、遊ぶっていうか要するに作ったってことですか？そうですね、簡単にゲームでゲームが作れるぞというコンセプトのゲームなんですけども、自分でゲームを作る喜びというか楽しさに気づいてからは、遊ぶよりかは作る方が好きな中学生高校生になっていったなと。誰か友達とかに遊んでもらったんですか？あんまり友達多い方じゃなかったんですけど知らんがな数少ない友達とかにですね、遊んでもらって、感想とかも、もちろんもらってたんですけども、いろいろ友達付き合いのお世辞とかもあったかもしれないんですけども遊んだ友達がもうすごく楽しそうに面白いと。それどういうタイプの RPG だったの？もう王道の勇者が魔王を倒すために旅立つとかっていうのも、なんならもうちょっともうそれドラクエの劣化コピーみたいなもんでしょ？いや、もうやっぱりドラクエ世代とかファイナルファンタジー世代の。そうでしょ。だって RPG作る自体が頃ってそのタイプのやつしかあんま作れんかったよね。そうですね、もちろん制限が多くてですね、本当に限られたメモリの中でどう工夫していくかというところが腕の見せ所だったんですけど、今思えばですね、恥ずかしい設定とかもいろいろ考えながら子供ながら頑張って作ってたんですけども
わかる、そうなるもんな。作ったゲームと自分の自作の取扱説明書とかも作って、キャラクターのイラストとかも描いて友達に一式渡して遊んでもらって、でも毎日感想を聞いてるわけですよ。そこそこじゃあやっぱちゃんと RPG としてプレイ時間がある。そうですね、もう1日でちょっと15分で終わるみたいなもんじゃなかったんだ、ちゃんと。1個目とかはそれぐらいの、本当に街を出たらすぐ魔王がいるとか、そういったところからもちろん始まるんですけども、何個も何個も作っていった結果、やっぱこう最後ら辺に関してはもう本当に2ヶ月とか3ヶ月とかですね、かけて出来上がった力作を友達に遊んでもらって、どうかなどうかなって形でなんかクリエイター人生始まってんな。なんかそれはなんかちょっと綺麗すぎない、そのエピソード。その結果いろいろ失ったものとか諦めたもの勉強の成績が上がらないとか、部活をサボり気味になってしまうとか、いろんな人のご理解とかご協力もあって、ゲームが誕生し、遊んでもらった友達の感想が嬉しくて、これは楽しいなと、って思ってる中での高校3年生、で進路どうしますかと、就職しますか進学しますかと、学校の先生から聞かれた時に、どんな仕事を選んでも大変なのは間違いないだろうと、自分の好きなことを仕事にして、それで大変な思いをしたいなと、自分が楽しむだけじゃなくて、世の中の他の人も楽しく幸せにできたら最高じゃないかなと、ちょっと遅めではあるんですけども、ゲーム業界を目指そうと、そのために勉強するゲーム系の専門学校に行こうといったところが、そのタイミングで、自分自身決まりましたといったエピソードになります。しかしそれでさ、ゲームコース行って、そこでグラフィックを学んだの？ゲームデザイナー企画じゃなかったの？20年前って専門学校さんの方も手探りの部分もあったんですけど、いろいろね、僕が入ったのは、ゲームクリエイターコースっていうざっくりしてるね。企画やグラフィックやイラストやプログラムやを全体的に薄く幅広く学んでますよっていうのが売りのコースだったんです。それをじゃあ1年生の時に一通りやって、そこからじゃああなたどうしますみたいな。そうですね。そういったところでだんだん絞り込んでいくっていうところの3年生でしたが、プログラムもやってみました。ちょっとね、C 言語 C、プラプラ理解できませんと、ゲームの企画もちょっとちゃうなと、企画も頑張りましたと、なかなか難しいし、当時なかなかゲームデザイナープランナーの新卒採用っていうのはハードルが高くて、高かったね。ゲームを作ったことがない人間がゲームプランナーになれるのかっていう、大きな業界の中でのそもそもっつのがあったからね。そういったところの問いかけもあり、結果消去法かもしれませんが、自分がもうゲーム業界に行くんならもうグラフィックで一点突破するしかないと、入ることが大事だ、手段を選ぶなということで、僕の場合はアーティストを選んでポートフォリオを作っていくといった流れになってきました。なるほどね。なんかしっかりしてんな、意外と。ゲームクリエイターになれなかったら、もう将来どうなるのか全く考えてなかったんですね。もうある種排水の陣ぐらいの感じで、本当にもうなれなかったら腹を切るぐらいの言葉をですね、親に言って家を飛び出すたら身ですから腹切りたくないなということで、とりあえずなんとか何でもいいからゲーム業界に巡り込もうといったところで、松山社長が学校に来てくださって、でその時まだタイトル発表されてませんでしたが、ドットハック新作 RPG を PS2 で作るぞと、会社説明、求人募集をやっている時に運命の出会いを果たしこの会社、この人面白そうだなと、ここだったらちょっと面白いゲーム作れるんじゃないかなと思って、まずアルバイト、応募させていただき、ドットハックの背景グラフィックから修行を積ませてもらえたといったところからディレクターになって、今現在ね、徳島ギャグとは毎年入ってきた新入社員とですね、面談とかさせていただく中で、どうやって取締役とかになったんですかとか、どうしてアーティストからゲームの制作プロデューサーになったんですかとかっていろいろ聞かれるんですけど、やっぱ将来そういったことをやりたいって松山社長に昼飯食いながら話してたのが、もしかしたらとっかかりだったのかもなとか、いろんな人に助けてもらいながら手探りで頑張っていったから、結果的になんとかなったかもしれないなとか、いろいろ僕の経験談を語らせてもらうんですけども、多分何一つ共感されないというかですね、あんま参考にならんね。あんまりにもですね、ちょっとパターンが違いすぎて、違うよね。なんかそういうこともあるんですねっていうぐらいで、大抜擢がきっかけっていうのはそれに選ばれる理由があったってことじゃん。結局のところなんやろ、人となりというかさ、チームリーダーとして西川さんやったらうまいことまとめてくれるんちゃうかなっていう、ある種のね期待値があって多分選ばれたんやと思うから、
意外とこう物作るだけの能力伸ばしていけばいつかねなんかそういうディレクターとかなれるんちゃうかなって思ってる人はねちょっとこうもう少し周りのこう面倒見とかね、そういうのもやっぱちょっと気にかけるとかちょっと声かけるとかっていうそういうことができる人間ってやっぱ開発の中心にいてほしいなってやっぱ思うからね周りはね意外とそういうところが大事なんかなとは思います。ただねなんか西川さんの話聞いててそう中学高校からね手応え積み重ねて専門学校入ってって俺中学高校なんなら大学までちょっと漫画しか描いてなかったからな。今の学生さんは特に参考にならない。何も参考にならんとかゲーム全然勉強してなかったし人並みに遊んではいたけど会社作ってサイバーコネクトになってから死ぬほどね努力してゲームの作り方を学んでって時代的なねプレイステーションのいわゆる 3D ポリゴンのねゲームの黎明期だったってこともあって一緒にこう業界と一緒に成長できたっていうのはある意味タイミングのねこう勝利って言ったら良かったっていうだけの話かもしれんけどもちょっとこれはちょっとねなんかこの後のまた多分収録やってまた配信があってって続くと思うけども世代も多分違うじゃん。そうですね、だから違ってきます。それぞれのケースが聞けてちょっとなんかおもろい番組になるんちゃうかなっていう予感だけしてきました。そうですね、ちょっと第1回目が非常にちょっとねレアケースからスタートしてるからねレアケースのところなので、ちょっとふんわり聞いていただくぐらいがちょうどいいかもしれませんけども、この後の話もできればなと。じゃあこれぐらいに、しておきましょう。